じゃあまあそんなわけでですね、今日はこれからミシンをご購入しようと、考えていらっしゃる方、大釜のミシンと小釜のミシン、腕ミシンどっちがいいのみたいなあると思うんですよ。でそれをどっちがいいのっていうのかを説明していこうと思います。結論から言いますと、大量に作る方でいらっしゃるのであれば、大釜のミシンがいいと。で、そんなに数作られないのであれば小釜のミシンの方がいいと。でそれぞれ大釜のミシンと小釜のミシンありますので、実演しながら、解説していこうと思います。それじゃあこちらの小釜のミシンなんですけど、今からこのフラップ式の財布のまとめやっていこうと思います。でこの財布は、この引き返し部分っていうんですけど、この下の部分、ここがこのマチの関係上一息で縫うのに大釜ミシンじゃしんどいんですよ。でもこちら小釜のミシンなんで一度試しにやってみます。小釜の方がこの場合は縫いやすいので、じゃあ縫っていきます。でここまで差し掛かってきました。ここがね、大釜のミシンですと結構きつい、苦しいですが、小釜のミシンではこのようにスムーズに、ミシンを走らせることができます。次は大釜ミシンで、縫っていこうと思います。こう縫っていくときにどうしてもここでねマチが当たるんで曲がりにくいんですよね。慣れるやつ全然いけるんですけど、ちょっと、小釜のミシンより縫いにくい、時間がかかっちゃうっていうのが大釜の、デメリットでございます。で今からですね、大釜のミシンのボビンと小釜のミシンのボビンを用意しました。これ20番の糸を今フルフルに巻いてますので、今から何メーター巻けているか、計測していこうと思います。糸ほどけ終わりました。結構時間かかると思ったんですけど、なんか早かったっていう。小釜の方のボビンが、21メーター巻けておりました。20番の糸が。でこちらの、大釜の方の、ボビンが 37.3 メーターということで、ほぼ倍ぐらいの巻き方が違うっていう結論に至りました。でこれ正式名称、僕ら大釜って言ってるんですけど倍釜って言うんですね。倍釜って言ってるんです、大きさが。で実際もっとパチパチに巻いたらほんまに倍ぐらいになってると。なので糸変える手間が2倍ぐらい違う。でこれ量産するにおいてはもう糸変えるってすごい時間かかるんで、ちょっとでも減らしたいっていうところがあります。なので量産する方はぜひ大釜のミシンを選んでください。で、そんなに作らないよ、1日1本とか個人で作りますっていう方は、ぜひ小釜のミシンを使ってくださいという、今回我々の結論でございました。だからその大釜だとここら辺が縫いにくいとか、もっときつい R のやつだと縫えない場合があるんですけど、小釜やったら全部縫えるんですけど、量産をするって考えた時にここ縫えないっていうのもあるんですけど、大釜の方が効率は全体の良くなるんで、そっちってことですね。裏地とか、バーって縫う時はかなり糸消費するんで、大釜やったら全然こうテンポよく縫えるところが、小釜でしたらその2分の1ぐらいの糸しか巻けないんで、もう頻繁に変えないといけないんで効率の悪くなっちゃうけども、小回り効くのは断然小釜でございます。こんな感じで皆さんの参考になればいいなと思います。でまだ分からないことあれば週2回水曜と金曜日の夜20時にライブ配信してますので、またリアルタイムでお答えいたしますので、もし気になることございましたら、ライブ配信ぜひ参加していただきまして、コメントしていただけますと幸いです。またコメント欄にも、気になることとかご質問あればまた動画でアップさせていただきますので、もしリクエストございましたらそちらにコメントしていただけますと幸いでございます。以上大釜と小釜どっちがいいのでございました。それではまた次回、さよなら。